はい、皆さんこんにちは。スティーブ敵店のスティーブです。お昼の大黒っていうのは正直初めてですね。いつも夜のコースなんですけど、今日お昼、日曜日のお昼の時間帯に来るとまた面白い雰囲気ですよね。夜とちょっと違うんですけど、今まで何回も来てるんだけど気づいたことないところもあるので、皆さんにご案内したいと思います。こんなに素晴らしい自販機のコーナーがあると正直初めて気づきました。多分前からもあったんだろうと思うんだけど気づいたことはありません。でもすごいのでちょっと見てみたいと思います。スティーブさん、なんで自販機はもう日本人は自販機面白くないよ。日本語でこうやっても英語でやればいいんじゃないか。スティーブさん面白くないよ。わかるけど日本人にとって当たり前なところは外国人から見るとすごいな、素晴らしいなっていうところもあるので、それね理解していただきたいですね。なので早速ちょっとまずこのね、なんていうさ、このモニターというかすごい綺麗な LED のディスプレイですよね。すごいです。もう自販機あります。もう目がチラチラするこれずっと見るとすごいな。まあアメリカの自販機とかね紹介しているのはすごいアナログの自販機が多いですよね。日本になると当たり前のようにデジタル130円っていうのは手書きとかじゃないんだよね。またそれはアメリカっぽい、アメリカらしいところなんだけど、あとまあ今この時期だと熱いものも入ってないんだけど、高いものも冬になるともう出てくるのはもうアメリカにはないですね。なぜかなっていつも思うんですよね。でここに親切にちょっとやっぱりね手を洗いましょう。気に入った自販機がここにありましたね。これは前も一度パーキングエリアで紹介させてもらったことがあるんだけども、これは素晴らしいものですよね。温かいものと冷たいもの、コーヒーのマシンですね。自販機ですよね。よりもね、まあ冷たいものと温かいものが両方が出てくるのはすごいと思うんだけど、種類がすごいですよね。こんなにあるいちごショコラはこれなんでしょうね。これコーヒーです。アイスコーヒーのこの味も自販機から出てくるのは驚くことですよね。これは驚き。カフェラテ、もうスタバに負けないんですよね。それでも半額以下ですよね。スタバ高いよな。高い。これがいいですよね。前ご紹介させてもらったレトロの自販機、50年代60年代とか70年代の自販機のいっぱいあったところでこれの古いバージョンがあったんですよね。すごいな。ホットドッグ、ホットドッグですね。待ち時間は約75秒。こういうところはまた日本人っぽいよね。こういう、約っていうのは多分ちょうど75秒で出てくるんだろうと思うんだけど、時間までは書いてあるのはすごいな。日本らしいな。そういうのね、何分待ちとかそういうのはねアメリカにはあんまりないです。チキン、ポテト、たこ焼き、フライドポテト、夜も焼きおにぎりとかももう自販機から出てくるのはすごいな。買ってみたいですよね、こういうのはね。じゃあ自分は説明するのは一つなんだけど、実際に買うとどういう、75秒お待ちできますか。お待ちしていただけますか。約75秒だから約ですね。350、70円ちょうどあります。よし、はい、370円を入れました。はい、今日は何の気分だろうね。たこ焼きの気分なのかな、それかホットドッグにしようかな。カメラマンどっちがいいですかね。たこ焼きで。たこ焼きで約120秒だよ。128個入り。じゃあ待つ、たこ焼きなら待つ価値がある。で370円だったらたこ焼きでしょう。よし行きましょう。カウント、ほらこれはまたね、出来上がりまであと何秒というのは、ここにはね112秒が残ってる。ここにスタートから調理中で出来上がりまでの丁寧にこういう案内がある。これこそやっぱり日本だな。アメリカ多分押してもまず動かない。いつ出てくるのか、それから出てくるかどうかということさえも分かんないよな。それはまあアメリカと日本の一つの違いかもしれないんだけど、これは楽しみだな。たこ焼きは自販機から出てくる。たこ焼きは食べたことない。ホットドッグも食べた。
ハンバーガーは美味しかったよね。レトロのところでね食べたやつ、ハムチーズのサンドも美味しかった。ラーメンも美味しかった。ラーメンだったらカップヌードルだったんだよね。あと66秒。3、2、1カウントダウン出来上がりました。すげえ。あれどういう形で、うわー高い熱いたこ焼き、熱い出来たてのたこ焼きですよね。じゃあ早速ちょっと開けてみたいと思います。食べてみたいと思いますね。はい、じゃあここでソフトな食感に仕上げました。ソフトな食感がいいですね、ハードよりねじゃあちょっとたこ焼きを開けてみましょう。すごい。もうさらにラッピングされてるたこ焼きですね。じゃあおそらくこれを剥がすと面白いたこ焼きですよね。なんかポテトに見える部分はあるんだけど、なんか美味しそうだから食べてみたいと思います。この上にちょっとかけてちょっと食べてみたいと思いますね。じゃあこの1個犠牲者になりますよ。ここでスティーブのタコ、よし、丁寧にな。これも入ってるんでね。あと湿りが入ってたらもっとありがたいんだよね。なんかタオル手を使わなくてですよ。熱々のたこ焼きが出来たてのたこ焼きじゃどんな味なのかな。熱くて美味しくて新鮮、もういいですね。これ全然いける。もうお祭りのたこ焼き屋さんには失礼なんだけど、ここにはそういうのはないならこれでも十分にいけると思う。美味しい。これ美味しいです。もう一個食べましょう。これはねいける。370円、安いよ。1234568個まで入ってるので300、安いよね。コストパフォーマンスがいいね。日本の自販機のたこ焼きが。はい、じゃあもう一個熱の、あらついちゃった。ごめんね、このちょっと食べ方の汚さは仕方ないんで、日本語喋れるかもしれないけど、まだ中身はアメリカ人なんで許してください。はい、おすすめですよ。これはいける。熱い。焼きがしました。いいですね。一回日本に来るたびにこの素晴らしい自販機を見ると興奮、感動もしますよね。すごいです。なぜ自分の国のアメリカにこういうのはないのかっていうのは、悔しいんだよね。ちょっとね、いつかこういうのね日本から持っててアメリカでもこういう自販機があるように、願ってますね。日本人がこういうのを見ても面白くない部分もあるかもしれない。日本人にとってにとって当たり前なところはね、今度外国人から外から来た人から見ると素晴らしいところがいっぱい日本にあるということをちょっとね日本人にも気づいていただきたいなと思いますよね。日本はすごいいい国、アメリカもすごくいい国でも、やっぱり自分はずっと住んでいるとそのところに箇所にその良さが見えなくなるところもあるので、改めてちょっとこういういいところもあるというのはね分かっていただければ、それこそスティーブ的視点のですよね。久しぶりの大国、車いっぱいある中で何より先に自販機をまた撮影するのが、また面白いかもしれないんだけど、ではまたチャンネル登録とサムズアップも笑顔も皆さんね元気でやってください。ではまたよろしくお願いします。また次回までよろしく。